過去の話をするっていうのは全くあんまり意味ないし、勝手にやれみたいな、頑張ります、やりきれましたっていうのは何の意味も持たないんですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、そして育成術など役に立ちそうな動画を配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日はどうしました？いつもすいません、質問ばかり。今日もちょっと悩んでまして。俗に言うワンオンワンとかが今正直できてなくて、部下がどういうモチベーションで仕事してるんだとか、どういう仕事のビジョンがあるんだとか、そういうのを今ちょっと拾えてないんですよね。でも僕自身ワンオンワンってそんなに意味あるのかなとも思ってる人間なんで、ワンオンワンをするんだったらその重要性っていうか、どういう視点でワンオンワンやるべきかなとかっていうところをちょっと教えていただきたいなと思ってます。わかりました。前提としてそのワンオンワンワンオンワンってなんか流行り事みたいに、育成って言ったら研修かワンオンワンかみたいな話になりますけど、そもそもワンオンワンって広義すぎて意味が広すぎて、何のこと言ってるんですかみたいな、別に1対1の会話みたいな話ですよね。結構意味が広すぎて、結局何やったらいいんですかみたいな人が多すぎるし、なんかワン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 っつってワンワンってこっちが言ってる意味と、相手が捉えてる意味とか別の会社の人に言ったら違う意味とか、すんごいなんか拡大解釈できるものになるんで、とにかくそのワンオンワンって例えばじゃあ自分がやるんだったら何のためにやるのかっていうのを設定まずしなきゃいけないんですよ。目的作んなきゃいけないんですよ。このワンオンワンはとかっていうのはもう何だったら名前ごと変えちゃえばいいと思うんですけど、で何を目的としてやるかを自分でちゃんと設定すると、例えばじゃあうちの会社で言うならば評価フィードバック面談とそのうちで言うワンオンワン、今ね正直ワンオンワンあんまやってないんですよ。そうなんですね。っていうか決めてやってない。勝手にやれみたいな。昔はやられてたんですか？昔1回評価フィードバック面談とワンオンワンは月に1回必ず上司対とかでやりなさいと。それは僕の必要性を感じてたから号令かけてやったんですけど、うまくいかないんでワントゥーワンはもうやめました。まず上司とか管理者が気をつけなきゃいけないのは、ワンオンワンってやっぱ本当にその上司がかなりスキルないとやんない方がいいんですよ、多分。スキルがないと。ただの悩み事相談会になっちゃう人多い。それ仕事の時間でやってんのみたいな結論になることが多くて、だから中途半端にしかできないんだったらやんない方がいいなと思うんです。で、できる人は勝手にやってるわけですよ。思い起こしたら、俺も別に管理者だった時とかこの会社始めてからも別にワンオンワンってことはなくても、社会的に言うそういうことをやってたな勝手にと思って、これわざわざなんかワンオンワンって定義してスケジューリングしてやらせても目的を見失うから、だったらおかしいよ、この組んでやんない方がいい。できるやつはやるとか。確かにそうですよね。部下と2人で飲み行ってね、そういう話をしたらそれもワンオンワンじゃないですか。ちょっとランチ行こうよ、ちょっとコーヒー飲み行こうと、これもワンオンワンですよね。言わないとやらないんだったら、それって言われたからやるんだじゃないですか。だって必要だと思ったら言わなくてもやるんで。そうですよね。だからワンオンやれっていうよりかは、やんなきゃとかっていうよりかは、なんかどうしたらやっぱりこう人を動かせるかとかっていうのを考えたときに、必ずやっぱ1対1で話した方がいい場面ってあるし、そういう節目の時ってあるんで、やるんだったら何のためのワンオンワンですかっていうのを決めて、とにかく目的を決める。で、僕はもしやるんだったら完璧にその人の成長支援だと。成長支援。昔やってた時とか、今も直属のレポートラインの人とかは成長支援だと思ってやってるわけですよ。評価フィードバック面談とかはうちの会社の中では評価の相互理解って決めていて、で最終的には上司が部下を支援するために、これもだから業績を出すというか、その人の従業員としての結果を出すための支援をする、みたいなこうちゃんと目的を決めてるんですけど、で会社でそれを別にワンオンワンってやるんだったら、もう僕の場合は成長支援、その人の成長支援なので、これはなんですか、プライベートも含めてって言ったら変ですけど、仕事って制限はつけずにみたいな話だとすると、僕がやることはまず1対1で話すんだったら、まず状態を確認するわけですよ。その人のモチベーションって言ったらみんな分かりやすいですかね。今どういう感情とかモチベーションとかスタンスで仕事に臨んでいるかとか。それってどういうふうな聞き方が一番いいですかね？引き出せるんですかね？だからこれも毎回言うんですけど、ちゃんと部下見てればなんとなく分かるわけですよ。日々の挨拶とかコミュニケーションで。
だからなんとなくこいつちょっと今モチベーション下がってんなとか、こいつなんかめっちゃやる気満々だなとか、分かってる前提でそれが気になるから、スケジュールにしなくてもちょっと飯行こうよみたいな、ちょっとコーヒー飲み行かないみたいな、暇だからとかって言って喋りに行って、自分がちょっとこいつモチベーション低くなってんなと思ったとしたら、その状態を深掘りするだけですよ。なるほどですね。なんでこいつは本当にこの状態が下がってるのか、下がってるとしたら何が原因なのかみたいなのを喋りながら引き出してるわけですよ。で、結論、みんな間違えるところが、切り方を間違えるとどんどんネガティブな話になっちゃうんですよ。なんでポイントはネガティブな方向に行かないようにするわけですよ。例えばじゃあ僕が部下の立場で、なんか最近どうしたの元気ないよねみたいな。そうなんですよね。どうしたの？いやー、実はちょっと最近親がなんか倒れて入院しちゃって、なんかもしかしたらもう働けないかもしれなくて、親も養わなきゃいけない、どうしようみたいな、なんか考えてもう答えが出なくてとか、例えばこんな話になるんですよ。でもそれをそうなんだ、大変だねと、大丈夫って言っても何の解決もならないですで、自分も解決策持ってなかったら、ね、またその悩みを考えさせちゃうわけじゃないですか。そうですね。そうするとどんどんこうやって暗くなっていくわけですよ。これはダメなんですよ。これをみんなやりがちで悩み相談になっちゃうんですよ。じゃなくて、そうなんだと。それは気の毒にと。親大丈夫？もちろん心配してあげます。じゃあさと、自分はじゃあどういう状態だったら、それの問題を解決できると思うのとか、自分はどうしていくべきだと思うのとか、少しでもこう上向きに考えさせる。そうですね。だから基本悩むのって過去のこと、今解決策がないから悩むわけじゃないですか。でも未来のことを考えるときって悩みじゃないです大体。要は未来こうしていくために何をするかみたいな行動をしなきゃいけないから。だからこう過去のこととか今のことからこう次元でバックさせると、質問してったりとか聞き方をしてったりとか喋らせるとどんどん落ちていくわけですよ。未来じゃあどうしたいんですか、どういうふうに解決していこうと今自分の中で考えてるのとか、分かんないんですよねって、分かんないよこれ止まっちゃってるんで、それを少し前に進めてあげることを基本気をつけて注意してやるわけですよ。未来の話をするの方がいいですよね。で今言ったように過去の話をするっていうのは全くあんまり意味ないし、今の話、止まってる話をしちゃうと悩みになっちゃうんですよね。だってどう進めばいいか分かんないから今止まってる。だからこの先どうしたいのとか、どう考えてるのとか、どうなりたいのとかっていうのがあると考えるじゃないですか。だからここを考えると、こっからここに向けて何か行動しないとやっぱ出れないんで、なるべくこっち側に誘導するんですよね。なるほど。だからこれは質問とか切り返しでこっちのことを考えさせるわけですよ。こっちのこと。それは重要ですね。すごい重要なポイントですね。でもう一つ重要なポイントは、あんまりこっちが喋りすぎない。そんなのね、こうしたらいいんだよ。今こうであれでしょ。あれじゃんみたいな。これちょっと関係性とかフェーズになりますけど、基本はワンワンだったらあんまりないですよ。自分でこっちを考えさせるために喋らせる。こっちはあんまバーッと喋らない。すごい大変だよねと。でもね、今後のことはやっぱ考えないといけないよねと。あなたはどうしたいの？みたいな。たまにポンと質問返したり、ポンと一言かけたりとかして、でなるべくこっちのことを考えさせるようなことですよね。重複しますけど、一つはやっぱりネガティブな方向に行かなくて、今から未来に向けての話をして、質問とか切り返し方を心がける、っていうことと、2つ目はだからやっぱあんまり喋んない、こっちがなるべく喋ってもらう、自分で考えて喋ってもらうっていうのを、いわゆるだからコーチングみたいな感じですよね。この2つ心がけながら質問とか切り返しをうまくやることでこっちを考えるんで、やるしかねえかみたいな、頑張ろうと、じゃあ具体的に俺これやっていこうかなみたいな。最後ベストなのはモチベーションが上向いて、悩んでもくよくよしてもしょうがないからこれやっていくしかないと思いますんで頑張ろうかなと思います。そうだね、いいねいいねって、そうだよね、そうするしかないね、俺も応援するよと。それに向かうために何やっていけばいいと思うのと、自分何していくのみたいな感じで、できるだけ明日からやる、今からやる具体的行動設定、みたいなのをしてもらうのですよね。そっか、モチベーションがワンワンをやった結果上向くと、でやる気が出てくると、やる気が出てきたタイミングで具体的行動支援っていうのを自分で言ってもらえばいいですよ。なるほどなるほど。でも確かにそうですね。ネガティブな方向に行かないようにさせるっていうのは本当に大事なポイントかもしれないです。やる人がモチベーションで仕事してほしくないんですけど、そうですね、分かりやすくそのモチベーションとかやる気出させて、でじゃあ何するのっていうので
じゃあとりあえずできることとして明日からこれやってきますかねみたいな。じゃああなたこれやってくんだねっつって、応援するよみたいな。じゃないと結局変わらないんで、だから頑張ります、やりきれましたっていうのは何の意味も持たないんですよ。具体的な行動を設定して、じゃあこれやりますってならないと。いやー、すごい重要なこと聞きましたね。ありがとうございます。最後まとめると、ワンオンワンって言うけれども、そもそもそのワンオンワンって何のためにやるんですかと。目的をしっかり定めて、このワンオンワンはこの目的のためにやりますという設定がまず第一歩目ですよね。その上で、しっかりとやっぱ現状把握、状態確認をして、未来のことを考えさせる。で、最後具体的行動を設定してもらって終わるっていうのが僕はベストだと思います。で、ポイントは一つ目は、未来に向けての話をすることで、話していてネガティブな方向に本人がいかないようにすること、ポジティブに向けること、それは質問とか切り返しで、2つ目はなるべくこちら側は喋らない。基本的には自分で考えて喋ってもらう、コーチングみたいにやる。この2つを押さえてしっかりとやっていけば、そのワンオンワンっていうのは本当にいい施策として結果が出ると思うんで、そうやっていただければいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。週明けから実施してみます。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。皆さんのコメントはちゃんと読んでいまして励みになりますので、ぜひお願いいたします。